こんにちは、ドロです。皆さんは投資に興味はありますか？興味があったらどこから投資をしたいですか？このチャンネルでは中高年初心者を対象とした世界の株価指数、それからコモディティ商品、金とか銀とか農業商品ですね。それからたまにビットコインとか仮想通貨、いろんな銘柄を安く楽しく投資をして皆さんと一緒に学べるチャンネルということで考えています。概要欄の方にチャート名、証券会社の方も貼ってありますので参考にしてください。また、このチャンネルね、応援したいよ、共感できるっていう方いらっしゃいましたら、ぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さて、今日この画面ですけども、世界農業生産ランキングになってます。で、ちょっと最初ソビエト連邦とかなってるんですけども、もういなくなったかな？はい、中国が強くなってますね。1990年から2018年までの、内容になってます。このグラフを見ながら説明をします。今日のテーマはソフトコモディティですね。銘柄は2つです。大豆とコーン。で、コーンは実際今エントリーをしているんですけども、その前にこのドルとの相関関係も最初お話ししたいなと思っています。それから、チャートの方ですけども、前回リクエストで、レバレッジコントロールとの価格というのをちょっとどういう風にやったらいいのっていうのをいただいたので、実際にそのチャートの引き方も、教えながら、やっていきたいなと思っています。で、最後に、僕の方で実は損切りと利確がありました。なので、そちらの方も最後に、お見せして、実際にね、利確したところとか、損切りしたところも見ていただこうかなと。あんまり儲かってはないですけどね。今日も、そんな感じでよろしくお願いいたします。はい。それでは、最初にね、コモディティと通貨の関係性ということで説明をしていきたいと思います。コモディティはですね、実際にドルと逆相関する傾向が強いとされています。ドルが上がればコモディティは下がるですね。ここ最近ダンさんもそうですけど、金が下がるって言ってません？で、これはドルの今回の金融政策とか、ドルがこれから上がっていくんじゃないかなっていうことで言ってます。で、コモディティだけではなくて、これは僕も買ってるんですけど、新興国株とかもドルがやっぱ上がると、その相対的に新興国の通貨も安くなって価値が下がることがありますね。これを安く買えると捉えるのか、下がっていくのかっていうふうに捉えるのかっていうのは難しいところではあると思います。はい。それではですね、実際に、まずはドルインデックスの方からチャートをお見せしたいと思います。こちらの方がドルのインデックスで日足になります。チャートの方、これ売り買いするわけじゃないので、チャート線だけ引かせていただきました。実はですね、日足で見ると、もう結構ドル指数上がってきてるんですよね。上昇トレンドに乗ってるような感じですね。短期で言えば、ここから上がり続けるのかっていうと、一回戻してまた上がっていくっていうことはあるかもしれないんですけど、どこまで上がるか。そうですね。一番直近が8月の20日が93っていう数字ですので、一回下げてきて、この中線まででまた上がってくるかもしれません。で、この値までいっちゃうと、コモディティもそうですけども、下がってくる。で、これがお買い得かっていうと本当に難しいところだと思いますので、まだ買い場ではないのではないかなと思ってます。と言いながら僕も今、トウモロコシは持ってるんですけども、はい。それではですね、まずじゃあ大豆の方から行ってみますかね。で、最初に前回ビデオ見た方は、この証拠金のやつは見たかもしれないんですけども、今回一応この、1倍、2倍、3倍の範囲は書いたんですけど、この4倍のとこ書いてないので、このやり方を見てやっていきたいなと思ってます。で、まず、このグラフというかこれを書くときにですね、ここの、ここを押すんですね、これ予告ね。そうすると、ロングポジション、ショートポジション、予測、日付範囲、価格範囲とあります。で、僕の今使っているのはこの日付と価格範囲っていうところを押します。はい。で、今回これをやりたいのが、証拠金5倍で4倍の値動き。ということは、証拠金1倍だったら20倍ですよね。なので、また表出しますけども、
この証拠金4倍の場合は 20% の値動きをするとこまでやります。で、ここから見て、ここをつけて、ここですね。まずここをつけて、上にギュッと上げていって、20% のとこまで行きます。お、待ってくださいね。これ 20% 上行かっちゃうぞ、これ。ちょっと一回これ消しますね。これちょっとこうしないといけないですね。20% って相当ですね。書き方だけね、もう一回押しますね。こう押します。20% まで縦に上げます。20%、ここですか ?20 点。ここから左に持ってきますね。このちょうどチャンネルラインのとこですね。ほとんど。ここですね。ここですね。で、ここで止めます。で、色が紛らわしいので、ちょっとごめんなさい。これ、ちょっと違うな、20%。視点がちょっと違いました。視点がここなので、マグネット使ってると飛んでっちゃうんです。ここにして、22点なので、今度こっちを 20% に下げるので、20.5、19.5、ここだな。ここですね。20.2。はい。ここで 20.2 になってますね。で、ちょっと色を、こう今、バーが出るので、このとこで色を変えて、紫でもしますね。はい。ちょっと見にくいです。すいません。こうなると、見えますかね。で、今、こう、1個、2個、3個、4個という風に、ゾーンができました。じゃあ、せっかくなので、この大豆のレバレッジコントロールのところの値動きも説明していきますね。まず、証拠金、1倍、20倍の時ですね。だと、ここに表示が出るんですけども、でも25日持ったみたいですね。値動きが 5% 動いたということになります。このゾーンですね。はい。大豆はまあまあ、値動きはまだ、他のコモディティに比べればマシっていうか、天然ガスとかに比べればマシですね。で、次、証拠金10倍、レバレッジが10倍で2倍入れた場合ですね、証拠金。これが、このゾーンですけども、38日12時間まで持ちました。この上ですね。1ヶ月ちょっとは持ちました。で、僕は今回この大豆は、値動き的に見てですけども、この 6.6 倍、証拠金3倍でもいいのではないかなと思います。これはほったらかしにはできないですけど、これでも、70日。そうですね。この日がすごいなんだ ?7 月の19日にすごい落としてるので、こういうのね、あと、先物の、乖離っていうか、もうあるみたいですよね。コーンでも見せますけど、すんごい落ちてる時あったの。18% 落ちた時があって、ダンさんに、実は 18% 落ちてるって時にビデオで、あの方が、本当とか言ってこう調べて落ちてるんだけど、それについてあんまコメントくれなかったんですよ。それはいいんですけどね。はい。で、こちらの方が、70日ですね。で、先ほど引いた、20% の値動きですね。証拠金4倍の時。102日の16時間持ってます。結構長い期間、レバレッジ5倍だったら、ここまでまったりやるんだったら、ETF 買った方がいい気はするんですけどね。アメリカの農業商品の ETF ありますよね。3つぐらい。あれの方がいい気はしますけど、はい。一応先物の方は大豆は 6.6 倍で、この証拠金3倍でいいのではないかなと思ってます。はい。それでは、もう一銘柄、コーンいきますね。コーン俺すいません。これ書くの忘れてしまったんですけど、また確認してくださいね。コーンですけど、コーンもまあまあ穏やかなんですけど、6月29日でバーンと落ちてるんですよね。こんなことあったらもしかしたらそういう価格調整額でこんだけ下げてるのかもしれないです。はい、戻しますね。で、まず、こちらのゾーンが、レバレッジ20倍で、証拠金そのままの場合が8日間の8時間持ちました。これで 5% ですね、値動きが。次が 10% の値動き、こちらのゾーンになります。25日持ちました。25日で 10% 値動きをしてる。すごい下げた日があったんですね。はい。なので、この25日がこのゾーンです。推奨してるのがこの次のゾーンですね。証拠金が3倍で 13% の値動き。このゾーンになります。38日8時間ということで、それでも1ヶ月ちょっとということですね。やっぱりこう見てわかるようにレバレッジをかければ、大概短期間というか1ヶ月とか、2ヶ月ぐらいの勝負になると思うんですよね。はい。で、5倍と証拠金を4倍入れた場合、レバレッジ5倍ですね。こちらが、これでも一気に増えましたね。80日で 20% の値動きをしている。もしかしたら、もし最初でやられている方は、
証拠金4倍入れてもいいかもしれません。少ないロットで証拠金を4倍入れてやると、大豆こういう風なんだみたいなことで、負けても数千円とかね。被害はそれぐらいで済むと思います。数千円でも嫌なのは嫌なんですけど、はい。ということで、一応、推奨しているレバレッジは 6.6 倍ですけども、最初にもし、GMO クリック証券でやれる場合は、5倍からスタートしてもいいんではないかなっていうことになります。では、後半ですけども、GMO クリック証券の方でレバレッジコントロール金額です。こちらの方を説明していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、GMO クリック証券の、画面になります。インフォメーションの画面ですね。今日の紹介したコーンと大豆の金額、それから推奨レバレッジ等の話をしていきます。画面ですけども、全然関係ないですけど、新しい銘柄で北海原油っていうのが出ました。はい。昨日出たのかなこれ。びっくりしました。原油が2つになりましたね。画面ですけども、コーンが、証拠金が2914円になります。価格調整日が11月25日、ここで価格調整してチャートが変わるかもしれませんね。商品が20倍になってるはずです。そうですね。20倍です。大きいですね。商品は IG 証券もそうですけど、レバレッジ20倍ですんで。コーンは推奨しているレバレッジは 6.6 倍で証拠金が3倍ですので、入れてほしいのはだいたい9000円ぐらいになりますね。で、最初の方とかは、4倍の証拠金っていうと1万2000円ぐらいですかを用意していただくといいのかなと思います。あとコーンと大豆は取引時間が若干違います。ほとんどの商品は23時間ですけども、コーンと大豆は、朝9時から夜9時45分で1回休憩があって、アメリカ時間のまた一緒、10時半から終わりがね、早いです。3時15分になりますね。ここだけちょっと注意してください。それから、大豆ですけども、1ロットが7111円ですので、推奨しているレバレッジが 6.6 倍、証拠金が3倍。なので、1ロット2万1000円ほどを用意していただければいいかなと思います。で、最初の方は言いましたように4倍の証拠金、レバレッジ5倍で、2万8000円ぐらい用意していただければいいのかなと思います。はい。ということで、またね、今ちょっと、コモディティはね、難しいかなと思うんですけど、レバレッジコントロールで、また、ドルが下がってくるときっていうのは、またこういう金もそうですけども、コモディティもチャンスかなと思いますのでね、ぜひね、少額からでも、お試しいただきたいなと思います。この動画は、これで一旦終わりますけども、損切りと利確は別動画になってますので、また、それは出したいと思います。では、一旦ここで失礼いたします。どうもありがとうございました。それでは、今日最後に、もう一気にやっちゃいますね。損切りと利確についてのお話をしたいと思います。ちょっとこれ小さくしますね。金ですけども、もう残念なことに含み損が今日金の ETF ですよ。見てください。はい。こうやって描いていたんですけど、1ヶ月ぐらい前、ずるずると来てもうロスカットのとこまで来てしまいました。で、全ロスカットではなく、半分切って、これ以上もっと下げたら半分切ります。なので、44.59 なので、ここか、45で今日多分切れるんじゃないですか。半分ロスカットしたいと思います。それではまず、損切りをリアルタイムで見せる人っているんですか？決済で縦玉が1あるので、1、2、3、4、4つで、差し値で45、今44.5 だから当日。どうしようかな。44.6 でいいや。44.6 で当日。はい。で、44.6 なので、この今日の値動きで、半分切れるっしょって感じです。これ出てるかなこれで損切りが。これですね。決済っていうところで、今見えますかね ?44.57 で、差し値が 44.6 でちょっと上がったらもう損切りです。
では、次、利確ですね。手玉。これ、利確の方が、こちらの、このチャート見せた方がわかるかな。前回のビデオも見ていただければわかるんですけど、ビックス指数の、先物 S&P500 の恐怖指数ですね。のショートってやつですね。ここら辺でカチーンと、暴落した日あったじゃないですか。あれでこう、売りを前に仕掛けておいて、ここで入ったんですね。エントリーできて、で、ショートなので、かなり利確ゾーンまで来ました。まあ、下がってきたら、全利確をしようということで、今、どうしようも成り行きでいっちゃうか、全部利確しちゃいます。これ、注文を入れているので、その、注文を成り行きで決済するには1個だけちょっとやってみますね。決済で。確かね、できないはずなんですよ。10個入ってますよね。多分、0って書いてある。成り行きでピッとして。あれチックが入らないですね。ほら。はい。ということで、注文が前入ってるので、これ取り消しを押さなきゃいけないんですよ。買い。これを押さなきゃいけない。取り消します。取り消し。収録が長くなっちゃったので、あれっすね。これ別の動画にすればよかったのかなもうめっちゃ長いです。もう、ポストプライムの方で、ドルさんは月利どれぐらい稼いでますかとか言ってますけど、本当お小遣い程度です。昔、その FX の時は、月に10万円とか、とにかく張り付いてないといけないけど、何にもできないです。もうお金じゃない。そういうのじゃないな。はい。はい。言いながら全部取り消しが終わりました。はい。それでは、縦玉の方に行って、ここまで行くとね、もう一括決済ができるので、もうこれで、決済ってなります。一括決済をしてみます。7730円です。成り行きで、ドン、10個、ドン。はい、終わりました。ここで本日の決済で7710円ってプラス入ってますよね。今利確をしたということになります。もうはい、もうわかりました。もうこれ半分切ります。手玉いて、ブルの決済いて、8のうちも半分切るので、1、2、3、4、はい、4。半分切ります。成り行きです。ドン、ドン。はい、損切りしました。結果、892円になりました。プラマイゼロじゃないですか。もう金、ちょっとほんと痛すぎですよ。はい。ということで、今日、損切りと利確でプラマイゼロということで、一体、リアルタイムでこうやって見せれてよかったなと思います。はい。長くなりました。今日はどうもありがとうございました。